こんにちは。お元気ですか？今日は3月28日の土曜日ですね。最近平日なのにね、外に近所の子供が遊んでる声がしてて、あれ、今日って土日じゃないよなぁなんて思って、もしかしたらこの辺のね、小学校とかの開校記念日だったりするのかなぁなんて思ってたんですけれども、今日になってね、そっか、今春休み期間中かっていう風にね、思い当たりました。今ね、世の中はいわゆる春休みというやつですよね。学生さんとかはね。もう行楽シーズンでもあって、そろそろね、桜も開花する時期っていうことでね、もう寒い冬とは違って、やっぱり気持ちもちょっと緩みますよね。もうだんだんあったかい上着を着ることもなくなってきて、ほんと過ごしやすい気候になってきましたね。で、あったかくなってくるとね、害虫とかも出てくるので、ちょっと前の動画でも言いましたけれどもね、いわゆる毒団子的なやつをね、部屋の各所にセットしましたっていうお話をしたと思うんですけどもね、こうやってあったかくなってくると、イニシャル G がね、すごく活動しやすくなってくるのでね、このあったかくなりきる前がその仕掛けるタイミングだっていうのをね、なんかの YouTube かなんかで見て、確かに確かにと思ってね、仕掛けたところなんですけれども、で、もう一つね、私やりたかったことがあったんですよ、その害虫対策で。エアコンの、排水のホースのところに蓋をしたかったんですよね。その害虫が外から侵入してくる原因の一つとしてエアコンの排水ホースから入ってくるパターンってあるらしいんですね。で、それ開けっぱなしになってるから、そこからイニシャル G とかがね、入ってきちゃうことがあるらしくて、うわ、それ嫌だわと思って、そこに蓋をするかしないかだけでね、侵入の確率とかをね、減らせるのであれば、それめっちゃ大事じゃないと思って、で、100均とかでね、そのホースの蓋っていうのを売ってるらしいんでね、それを買いに行ってきました。私はね、100均セリアで買ってきたんですけれども、多分種類がね、4個、5個ぐらい、5種類ぐらい売ってましたね。もう、ほんと、売ってるかなぐらいで言ったんですけど、こんなに種類があるんだと思ってびっくりしました。100均の店舗とかによってはね、その店舗がちっちゃかったりとかすると、もしかしたら置いてないとかもあるのかな。そんなマイナーなじゃないや、メジャーな商品じゃないような気がするので、うん。でもね、私が行ったセリアはそこそこの広さでもあったので、置いてあって、その中からね、なんとなくいろいろ見た結果、これにしようと思って買ってきました。でね、本当にホースにね、スポッとはめるだけなのでね、簡単に装着もできましたし、これでね、害虫のリスクを数パーセント減らせたかなと思うとね、すごいよっしゃ、よかったっていう風にね、ちょっとホッとしましたね。そんな感じで暖かくなってきて春ですねっていう感じなんですけども。ここ最近私ちょっと気分が落ちてたんですよね。気分が乱れもしてたし、なんかもう、と思って。なんかちょっとね、気分よくいられなかったんですよ、どうしても。っていうのもね、先週、私美容院に行ってきたんですよね。もう髪がね、結構もう無法地帯だったんですよ。すごい伸びてはいるし、あと、ここ1年間くらいでね、白髪がすごい急激に増えたので、カラーリングも落ち出すと、なんか白髪がちらほら見えてて、なんかすごくみすぼらしいというかね、すごくだらしなく、きちんと、身なりをきちんとしてない人みたいなね、すごいだらしなく見えるので、やっぱね、黒髪で白髪がない時よりも、白髪が散らばっちゃってる髪の方が、ちょっと落ち武者感が出るというか、清潔感がやっぱちょっとあれなんだなと思って、やっぱり
なんかすごい放置してる感みたいのがすごい出るので、行かなきゃって思って、これやばいなって思った瞬間にもうすぐ美容院を予約しようと思って、こういうのは瞬発力が大事だと思って、こうパパパッと予約して、2日後ぐらいの予約を取って行ったんですよ。で、初めて行く美容院だったんですね。私5年くらい前にこっちに引っ越してきてから、こう、なんかここの美容院だみたいな、もうこう行きつけの美容院みたいのにまだ出会えてなくて、毎回毎回こう、ちょっとここがいいかなみたいな感じで、美容院に行ってるんですね。あと金額的にちょっとここが安くて、まあだからここにしようみたいな感じでそこを何回も行ったりとかそういうのはありましたけれども、あとはここ3年2、3年ぐらいか結構1000円カットを使ってたんですよね。もう別にね、もう在宅ワークで外に出ることもないので、身なりとか全然気にする必要ないので、もう伸びた髪がね、こうカットさえしてくれればいいぐらいの気持ちでいたんですけども、やっぱり最近ちょっと白髪っていう問題もあって、カラーリングもしてくれるところということでね、いわゆるちゃんとした美容院を行かなきゃなっていうふうに思い始めたんですよね。で、カラーリング家でもできるじゃんっていうのもあるかもしれないんですけども、私ちょっとね、家でカラーリングしたくないんですよ。だってめんどくさいじゃないですか。なので、カラーリングは絶対にお店でやってほしいと、そういう感じです。そんな感じでね、今回も初めて行く美容院予約ポチって行ってみたんですけれども、やっぱりね、こう瞬発的に行かなきゃと思ってパパパッと予約したんで、そんなにすごくこう吟味せずにというかね、ここで平気でしょみたいな感じで、あれこんな近くに美容院あったんだ、今まで気づかんかったわみたいな感じで、あの結構気軽な感じで予約しちゃったんですよね。で、予約をするときっていうかね、美容院探すときって、今普通に Google とかで検索しても、検索にヒットするのがホットペッパービューティーのサイトだったりするじゃないですか。で、私もホットペッパービューティーのアプリとか入れてますし、結果的にそのホットペッパービューティー内で探すみたいなことが多くなるんですよね。すごく検索するのに便利だったりもするので、口コミとかもね、いろいろあるし、で、それでパパッと見て、家から近いし、普通かなみたいな。金額とか見ても、他の近辺の美容院よりもちょこっとだけ安いみたいな、1000円くらい安いみたいなね、そんな感じだったので、安いしいいじゃんみたいな感じで、若干安いっていう感じで行ったんですけれども、結果的にね、すごくそれでこすごくぐったり疲れて、と思って帰ってきたっていう感じです。で、なんかもう先週の話なんですけども、その帰ってきてすぐにちょっとなんかもう動画でこう話すと、それを思い出すと気分が下がるから、ちょっとほとぼりが冷めてから喋りたいなって思ってたんですよ。喋らなくてもいいっていう選択肢もあったんですけど、喋ることによって、それをもう成仏させたいと思って、私の気持ちをね。だからもう1週間くらい経った今、ちょっとこういうことがありましたっていう風にね、この YouTube という私の個人的な庭でね、排泄させてもらおうと思って、好きに喋るんですけれども、もちろんね、どこの美容院っていうのもね、こうわからない状態でも当たり前ですけど、わからない状態で喋るので、ただ悪口は言わないようにはしようと思うんですけども、こういうことがありましたと、美容院選びにはこういうとこもチェックする必要があるんだなっていうふうに思ったんですよっていうのをちょっとテラテラっと今喋ろうと思うんですけれども、そうそう。そんな感じで、何がこう私の気分を下げたのかっていうのが一個だけじゃないので、ちょっとうまくこう順序を立てて喋れるかわかんないんですけども、そうだな、まずはカットの技術としては、正直ちょっと下手かなっていう感じではありました。ちなみにね、やってくれたスタイリストさんはね、もうこのスタイリスト歴が20年以上っていう風にね、ホットペッパービューティーにも書いてあっ
て、多分ね、私と同世代ぐらいか、もっと上かもしれないし、下かもしれないし、ごめんなさい。とにかく、アラフィフぐらいの年齢かなっていうふうに、もしかしたら40前半なのに老けて見える人なのか、もしくは50代なのか、ちょっとごめんなさい。ちょっとわかんないです。わかんないけど、こう服装とかもね、結構普段着っぽいというかね、全然おしゃれでもないというかね、やっぱりこう人がね、このファッションとか髪型とか、こう身支度を整えに行く場所のスタイリストさんっていうのはある程度そういうのをね、あのこうちょっとそれも仕事のうちとして、こうある程度この雰囲気とか、この演出として自分のそういうのもある程度はね、こうやると思ってたんですけども、それがすごいかっこいい格好とかじゃなくて、すごいこう日常的なカジュアルなやつとかでもその人なりのセンスとかね、そういうのが出るじゃないですか。普段着的なのでも。でもその人のは本当にね、ちょっと今ご飯作ってたおばちゃんなのかなみたいなね。そういう感じだったので、ちょっと、そういうアットホームな、あの、こう便利な言い換え方、アットホームな感じなのかなって思ったりとかしたんですけども。でも、そういう感じでね、こう気楽な感じで行ける美容院もあるしって思ってたんですけど、やっぱりカットが上手じゃなかったんですよ。20数年やってるのにこのカットっていうのは、やっぱりね、これ、なんだろう。私は素人だからわかんないですけど、美容師さんとかってね、こう年齢がいってもカットがすごくこう上手な人、もちろん技術的に上手っていうのもあるんですけども、最新というかね、今時のトレンドとかもちゃんとこう抑えててっていう人は、やっぱりこう、なんだろう、こう自分のこのキャリアに甘んじず、その都度その都度の流行りとか傾向とか、いろいろそういうのをね、こう日々勉強したりとかしてスキルアップをね、永遠にスキルアップをしていくタイプのスタイリストさんなんだろうなと思って、そういう人とかめっちゃ尊敬してるし、だからこそちょっと大変な職業ではあるよねなんて思ったりとかしてたんですよ。だからそのおばちゃんはですね、おばちゃんって言っちゃったわ。女性の人だったんですけれども、あのそういうトレンドというかね、なんかこう、なんていうのかな、そういうのはいいとして、そういうのはいいんですよ、別に。ただ、基本的な技術が結構下手だったんですよね。だから多分その人はこうキャリア20年っていうのに、あれでもう慣れとか惰性とかでやってて、こうもっとここがこううまくできたらいいなとか、こうするべきだなとか、こういうお客さんもいるからこういう人はこうだろうなとか、そういう風な試行錯誤なくやってきた人なんだろうなみたいな。要はこのなんていうか、こうやることややるこのことをやったらいいでしょみたいな、なんていうか、こうカットしてシャンプーカラーリングして、こうシャンプーで落としてとか、こうカットしました、カラーしましたという物事を完了させれば OK みたいな感じなんだろうなと思って。そうそう、でもこの下手とかうまいとかはそれはしょうがない部分もあるしねと思いながら、まあましょうがないかなって思ってたんですけども、その私が一番ちょっと嫌だなって思ったのは、その人の手の爪が結構伸びてたんですよ。で、こう手でこう髪の毛を櫛みたいに手ぐしでこういろいろこう形とかをこう整えたりするのに、こう手ぐしでこう何回も溶かすじゃないですか。で、手でこう見たりとかで、最初気づかなかったんですけども、カットし終わってカラーをしてる時にね、あれなんか今日は結構カラー剤がしみるなって思ったんですね。私全然肌とか普通なので、別に弱くないので、今までカラー剤がちょっとしみるとか思ったことなかったんですよ。でも今回はすごくしみますってこう言うほどじゃないんだけど、
すごくちょっとしみるんですって言うほどじゃないけど、ちょっとなんかピリピリいつもよりしみるな、なんだろうと思って、もしかしたら液剤がちょっとここの美容院強いのかななんて思ったりしたんですよ。で、液剤結構強めのやつなんですかなんて聞いたけど、いやそんなことないですよ、普通のですよなんて言ってて、でこうそのなんだろう、カラーをし終わって髪の毛をドライヤーでこう乾かしてもらってる時に気づいたんですけども、その人の爪がすごくこう微妙にこう地肌とか、あとは乾かしてる時の顔の横側の頬の部分もちょっとこう乾かす時にちょっとこうパッパって当たったりするじゃないですか。それが軽く引っかいてる状態になってるので、おそらくさっきのカラー剤が染みたのも傷っていうほどのレベルじゃないけれども、ちょっとずつカツカツカツっていう一回一回痛いっていう風な認識じゃないんですけども、それくらいの引っかきが無数にできてて、それでカラー剤が染みたんだなっていうのをその時初めて理解したんですね。ドライヤーで乾かしてる時に。そうそう。で、それで爪をじーっとこう見てたらそんなにね、すごくこう伸ばしてる人の爪ってほどじゃないんですよ。要はマニキュアをするためにこうすごく伸ばす人っているじゃないですか。ちょっと背中それでかけんのかなとか、ちょっと料理する時邪魔じゃないのかなみたいな感じに、いわゆるちゃんとこう伸ばしてる人、マニキュアのために、そこまではさすがに長くなかったんですけれども、なんて言うんだろう、明らかにちょっと爪伸びてんなっていう風に感じたんですね。私個人的に自分だったらそこまで伸びる前に絶対爪切るなっていうレベル、なんて言ったらいいんだろう、こう5ミリは言い過ぎか、123ミリ4、でもこう遠くから遠くからっていうのはこう50センチとかくらいのところからこう爪のが伸びてるなっていうのが目視できるレベルだからこうなんかなんていうのかな、だからなんて言ったらいいんだろう、この爪の白い部分がきちんとしっかり見えるぐらいのレベル。ちょっと爪、そうだな、別に美容師さんじゃなくても一般人の私とかでもそこまで爪伸ばしませんみたいなレベルだからちょっと爪伸びてるっていうほどじゃないけど、美容師をするのであればちょっとそれは切ってくださいっていうレベルかなっていうの気づいて、それそうそう、それ全然最初に気づかんかったわと思って。私もね、美容師さんはそもそも手とかはすごい基本としてめちゃめちゃそういうの気にするものだろうっていうふうに思い込みがあったんで、まさか爪を伸ばした状態でお客さんの髪とかを触る人がいるっていうアイディア自体がそもそもなかったんですね。だからそんな原因があるわけないっていうふうに思い込んでたんで、多分気づかなかったんだろうなと思ったんですけど、でこうそれに気づいちゃったらドライヤーで乾かしてもらってる時にすごくこうカツカツカツってこう自分のほっぺたの横の部分に当たるのがすごく痛く感じてきちゃって、なんかそれを我慢してるのにどうしてもね、顔がね少ししかめっ面になっちゃうというかね、口をむってこう閉じる感じで、ちょっとこうそういう感じにどうしてもなっちゃって、あとこうカツって当たるたびにこうビクってしちゃったりとかして、それでなんかこうこれはもう私こう普通にしてられないと思って、逆に普通に頑張るんだったら一言言った方がいいかもしれないと思って、ちょっと爪が当たって痛いですっていう風に言ったんですね。これは言おうと思ってそう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 、それで大丈夫ですかとか言って、すいませんとか言って、でなんかこうそうそう、まあでももう乾かす頃でも最後の方だったんでね、もう二度とここには来ないけどどうにか頑張ってこうやり過ごそうみたいに思ってそうそう、それで、結局ね最後のカットが終わった時に私が
こう途中で一回痛いっていうことを言ったから大丈夫でしたかっていうふうにまた声をかけられた時にあの爪はもうちょっと切っておいていただけるとありがたいですっていうふうにちょっと苦笑いで言いました。他にお客さんいなかったし、ちょっとこれはなんだろう、言った方が私も気分的に家に帰ってからモヤモヤしないし、あっちのそのスタイリストの人もね、こんな風に思う人がいるんだ、気をつけなきゃって思ってくれた方が絶対にいいと思うので、次回から爪をね切ってくれたら他のお客さんもそういう嫌な思いしないで済むと思うので、ただ爪をそもそも切ってなかったっていうこと時点でもう気にしない人なのかもしれないですけど、お客さんから一人言われたくらいで、あの人なんかすごい気にする人なんだなくらいな感じで思っちゃうかもしれないけど、とりあえず事実は一応通達しておいた方がいいかなっていうふうに思ってっていうのはありましたね。そんな感じでちょっと嫌だったっていう話ですね。あとはちょっとカットがねちょっと下手だなって思ったのは、いろいろ切ってもらった時に一応後ろ側とかこれくらいですねなんて確認するために鏡をお客さんの方に持たせて二面鏡で後ろ側見せてくれたりするじゃないですか。でその時見た時にこんな感じですねって、長さはこんな感じでいいですか、こんな感じでいいですよねみたいな感じで会話をした時にあれと思って、なんかすごいただバッツリパッツンと切っただけで全然自然な感じでうなじの部分とかがなんていうのなってないなと思って、これじゃヘルメットみたいじゃんと思って、でこれただ長さを確認するだけにで切っただけだよなと思って、これからまだ切るんですよね、整えるんですよねとか言ったら、これもっと切りますかとか言われたんで、これだったんかいと思ってちょっとびっくりしたりとかして、そうそう確かに切るのすごい早かったんですよ。だから私こういう感じにしてくださいって言ったんだけど、なんか早いなと思ったりとかしたんですよね。もうちょっとなんていうんだろう、立体感を出すためになんかちょっとすいたりとか、なんていうんだろう、そういうなんか細かいこういうのやるじゃないですか。美容師さんってちょっとずつつまんでチャ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 って切って、ちょっとずつつまんでチャ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 ってやって、それでちょっと自然に丸みが出るようにとか、そういうのやるじゃないですか。そういうのがなかったよねあんまりみたいな感じでそうそう、それでもうちょっとやってもらったりとかしたんですけれども、あとうなじの部分とかでちょっと生え際の問題でこうだからこれくらいの長さでこうしてくださいとか言って、そこちょっとなんて言うんだろう、少しそこだけ刈り上げちゃってもいいんじゃないですかねみたいなことになって、確かにそれでも別に上からで隠れるからいいですよみたいな感じで、じゃあそこはちょっとうなじの部分は刈り上げちゃいましょうかって言って、それでウィーンってそのバリカンで刈り上げてもらったんですけども、なんかその後刈り上がったところを後で自分で確認したら思った以上に上まで刈り上げてて、これ2ブロックですねと思って、なんかちょっと刈り上げこのうなじの部分って言ったから本当にうなじの下の方の部分だけかと思ってたら結構上の方まで刈り上げてたんでちょっとびっくりしたんですけども、でもね私2ブロック別に今まで結構なんだろう、一時期はね昔はやってた時期があったんですよ。夏になるたびに2ブロックにしたりとかしてて、結構上の方耳くらいのとこまで刈り上げてたりとかしてたんで全然慣れてるしいいっちゃいいんですけども、これはねコミュニケーション的にもっときちんとね言った方がいいよって思いましたね。話の感じだと本当に下の部分のちょっと遅れ毛で出るような部分を刈り上げるのかなっていうふうに思ってたんですけど、なんかそういうね結構なんて言うんだろう、会話のキャッチボールがなんかこうですね、はいそうですねみたいな感じで、もうなんていうのかな、
顧客の意図を汲み取ろうというあれもないし、自分の説明も言葉足らずだしみたいな。そうそう、なんかそれがちょっとあれかなって思いました。ただね、私はそんなこう奇抜な髪型というかね、こう失敗のないような、いわゆるこうすごくベーシックな髪型としか頼んでないので、だからそういう意味ではどこの美容院に行ってもその大失敗を心配する必要はないというかね、そういうのもあるんですけれども、だからすごく変になっちゃうっていうことはないんですけれども、そうそう、ただね、やっぱここ下手だなっていうのと同時に、こなんか自分、そのスタイリストさんがこういう完成度にしようっていう、いわゆる職人気質的な、その芸術品を作るアーティスト的なそういう気概みたいなのはないタイプなんだなっていうふうに思って、あとそういえばカットしてる時に、コームが一回私の膝のところにポトって落ちたりとかしたんですけども、その時も特にすいませんとかも何も言わずに普通に拾い上げてて、だから結構なんかこう頓着のない人なのかなって思ったりとか、そもそも多分串を落とすのとかってどうなんだろう、やっぱ技術的にこの人適当っていうか、やっぱ下手な人なのかもななんていう考えを強めたりとかしたりしましたね。あとその人がちょっと下手なのか、もしくはこのお客さんに対するホスピタリティ精神がちょっとないタイプなのかっていうのを思ったのは、カラーをするときにこうハケみたいのでカラー剤をシャッシャッシャッって塗るじゃないですか。その時にすごくあれと思ったのは、今まで美容院で私もいろんな美容院行ってますから、塗ってもらってる時の感じとちょっと塗り方というかね、あれが違うなっていうのをちょっと思って、やっぱりこの人ちょっと変わってるというか、美容師としてはちょっと結構お客さんを物として扱うというかね、タイプなのかなって思いました。で、ごめんなさい、なんかすごい悪いことばっか言ってるけど、その美容院がどこだとか言ってないからちょっと許してほしいんですけど、カラー剤って分け目のところからなんて言うんだろう、ハケを着地させて毛の流れに沿ってシャッシャッシャッってやるじゃないですか。だから分け目からこっち側にシャッシャッシャッってやって、分け目の反対の方にまたシャッシャッシャッってやってとか、そういうのを繰り返していくじゃないですか。で、あれって思ったのは、なんか鏡で自分がカラーされてる頭を見た時に、あれなんか今回やたらと分け目の部分にこの黄色っぽい液体、このカラー剤がやたら今回分け目に液剤が溜まってるなっていうのを、今までの見たこの絵柄と違うなっていうのを感じたんですよね。あれでも言われてみれば液剤は分け目にもたまるもんだろうけど、なんかやたらと分け目に液剤の黄色っぽい色がたまってるのが今までこうだったっけなんて思ったりとかしたんですね。で、その人が塗ってるのをちょっと見てみたら、分け目の部分からシャッシャッシャッと塗ってるのもあるんですけれども、たまにこの分け目を無視して、なんていうの、分け目をまたいで普通に上からシャッシャッシャッってシャッシャッって塗ってるんですよ。ちょっと言ってる意味わかりますか？分け目のところにハケを入れて、そこから毛の先の方に塗るっていうのが普通の塗り方だと思ってたんですけども、この分け目の位置じゃないところにハケをシャッと着地させて、そこから毛流れに沿って分け目の方に向かってハケを塗って、そこから分け目を通り越してさらに先の方まで行くっていう、つまり分け目じゃないとこから塗り出して分け目をまたいで塗るっていう、そんな塗り方今まで見たことないって思って、こういう塗り方もありなのかななんて思いながら、なんかでもちょっとピリピリするのも、もしかしたらこの人の塗り方がちょっと力の入れ方がなんか優しくないというか、ハケだからね、そんなガシガシやってるわけじゃないんですけど、なんていうか私のイメージだと、
こう今までの美容室とかだとね、こう髪の部分とかにちょっとこうハケをこう着地させたら、そこから最初の出だしは気持ちちょっとスローな感じで徐々にこうスピードが上がっていくみたいな感じで、こう最初はそっとこうやるみたいな感じで、こう本当こう分かるか分からないかくらいのこうスピード感なんですけども、その強弱、本当に微妙な強弱とか、このスピードの強弱も力の強弱とかも若干つくんですけども、なんかその人はね、こう力がこうポンと頭皮に着地する時も、こうサッと塗る時もスピードも力加減も一定みたいな感じで、なんかね、それがなんかこうやっぱこの人下手なんかもななんて思ったりとか、あとこうだからこうでとか、細かい部分とか多分気にしないタイプなのかななんて思ったりとか、そうそう思ったんですよね。だからもしかするとこの人とかだと生え際とか染まりやすいところとかね、あとはこう体温が高い、根元に近い部分とか、その先っぽとか、いろいろそういうのでちょっともしかしたらムラが出るかもななんて思いながらこう見たりとかしてたんですけど、そうそう、とにかくね、この地肌、なんていうか地肌にも塗りたくってるって感じだから、だから地肌に液体が溜まりまくってたんですよね。こうなんていうかね、なんていうのかな、だから地肌にハケがめちゃめちゃ当たってても気にしないみたいな感じだから、もしかしたらちょっとピリピリしたのかなと思ったんですけども、もしかしたら両方だったかもしれないですね。地肌も気にせず液体を筆でこうハケで塗ってたのと、こう爪が当たってすごい小さいこう擦り傷みたいのができてたっていう2つの意味で、もしかしたらピリピリとしたのかもしれないです。そうそう、だからね、ちょっとね、このやっぱカラーリングの塗り方ちょっとどうなのかなって思ったりとかしましたね。ちょっとプロじゃないからそれがどうなのかわかんないですけど、あとね、途中でカラーリング剤足してたりとかして、塗ってる液体の量は多いなって思いましたね。なんか一般的な美容院でカラーされる時よりもすごくこう黄色っぽい液体がこう上まですごく大量に塗られてる感じはしました。で、この分け目の地肌の部分にも黄色いのがたっぷり乗ってたんで、そういう意味で普通の美容院よりも液剤たっぷり使っちゃってんのかななんて思ったりとかしましたね。そんな感じでね、ちょっとごめんなさい。本当にこう、正直今までの美容院でここまでのは本当にね、10代の時にパーマの失敗で林家ペーパーこのペーの方の髪型にされた時の美容院以来の衝撃だったんで私今まで美容院だったらある程度上手い下手はあっても、そこそこもうさすがに美容院だからこれくらいのレベルというかね、下手って言ってもこれくらいはみたいな、そういうのを思い込んでたんですけども、結構そこはね、やべえなここって思って、早く帰りたい早く帰りたい早く帰りたいっていうのをすごい思いつつ、結構こうすごい辛い時間だったっていう話です。そんな感じでね、帰ってきたんですけど、それでね、今までお世話になった美容室のことを思い出したりとかしてましたね。5年前にね、ここに引っ越してきてからは、ちょっと決まった美容室っていうのはなかなかなかったんですけども、それまでは東京にいた時に、こう行ってた美容室とか、それより前に住んでたところで行ってた美容室とかね、そこは結構長く通ったりとかして行きつけがあったので、やっぱりね、すごく、特にね、この前の前に住んでたところ、東京より、前にちょっと住んでたところの美容室はすごくめちゃめちゃ、当時もね、すごくカットがすげえうまいし、しかも人柄も素晴らしいし、お客さんに対してすごい気遣いとかあるし、あとその人はすごく芸術肌というかね、この職人みたいな感じで毎回すごい真剣にもうミリ単位で毎回その
なんていうか完成度を最大限に持てる力を最大限に素晴らしい作品を作り上げようみたいなそういう気概があったので、お客さんとのヒアリングとかあとこの人がどう思ってるんだろうとかそういうの汲み取りとかもねすごい真剣にやってて、なんていうかね真剣勝負な人だったんですよ。しかもすごくこういい人で温かくて人柄的にもねこうなんていうかお客さんがこう気分よくこう過ごせるようにとか気遣いとかもすごい良くて、お値段はね若干高めだったんですけども、間違いなくそれだけの技術もあるしいいとこだしっていう感じで通ってたんですよね。そうそう、そのね昔行ってた美容室とか思い出しました。そうそうでその後の東京で通ってた美容院とかもねすごくこう金額が安く設定されててそれでお客さんとかもすごい多いんだけれどもこうだからこうある程度回転率はこう上げなきゃいけないんでしょうけど、その中でもねきちんとこうやれる部分をもともとのカットの技術とかねそういうのもいいんだと思うんですけれども、そういう回転率で稼ぐお店ではあるにせよこうレベルを落とさないようにとかやっぱそういうこだわりがあってすごく良いとこだったなっていうふうに思いましたね。何が言いたかったのかちょっと分かんなくなっちゃったんですけど、それでちょっとねそういう昔の美容室を思い出してその前に住んでたとこのすごく上手で信頼を置いてた美容室のホットペッパービューティーのそのサロンのところを見てみたんですよ。なんか懐かしくなってっていうのも今回ちょっと辛い思いをした美容室の口コミをね帰ってきてからちょっと口コミチェックしてみたんですね。ここの美容院もうグダグダだったけどこの口コミどうなってるんだろうと思って口コミチェックしたらいい口コミしか書いてなくて星もね5に近かったんですよね。すごく高い星だったんですよね。それでびっくりしてどうなってんだこれやと思ってでなんか見てもすごく丁寧にやってくださいましたとかこう相談したらこうでしたとかなんかそういうことが書いてあって嘘でしょと思ってでもなかなかねこう満足しなかった人がこの文句を書くっていうのをやる人はなかなかいないと思うのでおかしいなと思ってでそれ前回にこう 3,4 ヶ月前に行った美容室もそんなに悪くなかったんでそこのを見てみたらそこも悪いこととかでもね1個ねなんかこういうのがちょっと残念でしたみたいのがちゃんとあってなんかこれ口コミだけではわからんなと思ってただ思ったのは今回行ったちょっと私がグダグダで辛い思いをしたっていう美容院は口コミがすごい少なかったんですよね。8件か9件しかなくて他の美容室とかを見たら20件くらいは大体どこもあるんですよね。だからもしかしたらわかんないですけどもしかしたら口コミが少ないっていうのは口コミが多いとこの方が安全かもしれないなっていうのをね今後のね私がいろいろ美容室を選ぶ上での参考にしようと思いましたね。それでちょっと試しにその口コミで気になったのが私が前に住んでたすごい信頼を置いてた美容室の口コミを見てみようと思ってそのホットペーパービューティーの口コミを見てみたらやっぱりねここはやっぱちょっと頭一つ抜けてるなというか本当にこの口コミの文章の内容がこれはすごいと思いました。これはすごいと思ったっていう何がいいかっていうと大体どこの美容室とかも口コミとかですごく親身にやってくれて満足のいくカットでいつもこう本当に満足してますとかそういうことはよく書いてあるんですよ。でもそこのすごい私が昔信頼を置いて通ってた美容室はなんて書いてあったかっていうといろいろそういうのもあったんですけどもとにかくカットがうまいとかねそういうセリフが書いてあってこれって多分本当じゃないと書けないよなって思ったんですよね。すごくカットも上手で満足しましたとかは
書けると思うんですけども、そのちょっとした言葉の違いなんですけども、とにかくカットがうまいって、もう多分ね頭一つ抜けてるなっていう風に感じないとこのコメント書けないと思うんですよね。あと神ですっていう書き方をしてたコメントもあって、担当スタイリストさんのカットは神ですっていうコメントもあったんですよね。これもなかなか、まあ普通に上手ですとか、下手じゃありませんでしたっていう意味の満足しましたとかじゃ書けないと思うんですよね。これもやっぱりこう、いやこれやっぱすごいわと思って、そうそう。あとはこの今まで美容室迷子だったのがやっと見つかりましたとかね、そういうのが書いてあって、あと何があったかな、やっと通いたいと思える美容室に出会いましたとかね書いてあってね、これはねなかなかこういうコメントは少ないと思うんですよね。そうそう。だからね私もねそのあの美容室のコメントを見てとても嬉しくなりましたね。あのやっぱね自分が若い頃に通ってたっていうのもありますけれども、私もその担当の美容師さん、何回も会ってるけどもうずっと通ってたから、でもこう美容師さんとただのお客さんっていう関係なので、なんか特別なこう仲が良かったっていうわけじゃないんですけども、もちろん美容室では仲良く話してましたけれども、でもなんかすごくその人のねこの仕事に対する姿勢とか人柄とかねすごく尊敬してた部分もあるので、またいつか会いたいなっていう気持ちはあったんですよね。だからいつかねそっちの方に行く機会があったら、そのなんかの用事ついでにこうそこの美容室行けたらいいなっていう気持ちはあって、であの人今でもこうやってなんか変わらず姿勢で頑張ってるんだなって思ったらねすごくこう嬉しくなりましたね。ということでちょっとね自分でも話しててね今回ちょっと嫌だったなっていう気分を思い出してたんですけども、その昔私がすごくこう信頼してた美容師さんの話を今話しながら思い出して、すごくいいコメントもついてるしさすがだなって思ったっていうのをね今喋ったらねすごい私気分も良くなったんで、これでね私のねモヤモヤのね気分もね成仏したかなっていう風に思いました。ということでね、コメントの部分はね、星いくつっていうのはね、ちょっと美容室が星5に近いあれだったっていうのはちょっと、やっぱ信頼を置けないなと思ったので、もしかしたらこのコメント数が少ないっていうのは、ちょっともしかしたらあんま良くないかもっていうのですね。あと、大体どこでもね、カットが特別すごいうまいとかね、普通のところでもすごく良かったですとか満足しましたとか、そういうのは結構書いてあるので、そうだな。あと一つ思ったのは、すごく私が信頼してるその美容室のコメントで、あともう一つ思ったのは、結構ね、コメントが長い。多分ね、本当に満足されて、すごくちゃんと自分の気持ちを伝えたかったんだろうなって思う。なんかね、ちょっと日記みたいに、こういう、今日はこうこうこうで、こういう気分で、こうこうこうなんですけど、とか、いつもこうこうこうで、こうなんですけど、こうこうこうでって、結構自分のストーリー、自分の日常のストーリーも含めて、それでこういう髪型にしていただいてとか、こういう相談とかしていただいてよかったですとか、もう自宅に帰ってこうしてドライヤーしてもこうちゃんとボリュームも出ましたしとか、すごくなんて言うんだろう、自分の日常生活のこととかもちらっとこう含めるぐらい日記みたいにしっかり長く書かれてるのが結構多いなって思ったので、もしかしたらすごくこうその髪型に満足したりとか、その美容室でのホスピタリティ的なねこの対応に嬉しかったなって思うと、その気持ちを伝えたくてちょっと自分はこうなんですけどこうなんですみたいな、ちょっと個人的なことも入れてしっかり気持ちを伝えちゃうもんなのかもなっていうふうに思ったので、もしかしたらそういうコメントの中にもなんていうか決まりきったフォーマットみたいにこうでこうして
すごく満足しましたっていうのよりも、私は普段こうなんですけど、こういうのがあって、でもこうなりました、よかったです、本当になんとかですとか、なんかそういうなんかお礼のお手紙的なことがの雰囲気のコメントがあったら、結構その美容院はいいかもなっていうのをあの感じました。ということで、まあ私もねそんな感じでこれからも美容室ジプシーをしていくかと思いますが、そんな感じでございました。それではまた。